犬は飼い主と信頼関係を築き、絆を深められる動物です。このように人間の良きパートナーとなってくれる犬は、特別な訓練を受けていなくても、窮地に陥っている飼い主に気づいたとき、自ら助けようとすることが最新の研究により分かっています。また、飼い主だけではなく、窮地に陥っている人に気づくと助けようとするのです。犬が人を助ける行動をするのは、人の声のトーンを聞き分け、行動をよく観察しているからなのでしょう。そこで今回は、山で遭難してしまった飼い主を守り続けた犬の2つの話をお伝えします。飼い主を助けようとする犬は頼もしい存在で最高のパートナーなのです。クロアチアで雪山にハイキングに出かけた男性が滑落して負傷しました。動けない状態となった飼い主を13時間にわたって温め続けたのは愛犬のアラスカンマラミュートでした。寒冷地に強い犬とはいえ、相当の忍耐と愛情が必要です。愛犬のおかげで飼い主は重度の凍傷になることなく、両者とも山岳救助隊に救助されました。飼い主の男性は、犬が奇跡を起こしてくれたと愛犬を称えました。2022年1月2日、クロアチアのアドリア海沿岸に沿ったベレビト山地に、生後8ヶ月の愛犬であるアラスカンマラミュートのノースを連れて、友人2人とハイキングに出かけたグレガ・ブルキッチさんは、150メートルほどの斜面を滑り落ち、足のかかとを骨折し、身動きできない状態に陥ってしまいました。この時、愛犬のノースも共に滑落しました。友人2人はすぐに救助を要請しましたが、グレガさんが落ちた場所は標高が高い上に、雪深く倒木や氷などがあり、地滑りの危険性もあります。約30人の山岳救助隊が駆けつけましたが、救助活動は難航しました。雪山の遭難で危険なのはその寒さです。グレガさんの体温は急速に下降していきます。しかし、その危機を救ったのはノースでした。ノースはグレガさんの体の上に乗り、体を丸めるようにして寄り添い、グレガさんの体を13時間にわたって温め続けたのです。滑落から13時間後、ついにグレガさんは山岳救助隊に救助されました。ノースがずっと温め続けてくれたおかげで、重度の低体温症になるのを防ぐことができただけでなく、命そのものも救われたグレガさんは、後日地元メディアでこのように話しました。救助されるまでの1分1秒はとても長く感じました。愛犬はまさに私にとっての奇跡です。クロアチア山岳救助隊のフェイスブックには、救助時に担架に乗せられたグレガさんと、彼のそばにしっかりと寄り添うノースの写真がシェアされています。幸いにもノースに怪我はなかったようです。山岳救助隊は、人間と犬の友情と愛には境界はありませんと、飼い主を守ろうとしたノースへの称賛の言葉を寄せました。その一方で、グレガさんが厳しい状況で助かったことはまさに奇跡であるとして、特別な登山用具を必要とする冬のハイキングは控えるようにしてください。あなたの愛犬が必ず助けてくれるとは限りません。犬の安全のためにも犬を連れて行かないようにしてくださいと警告を促しています。2009年7月には北海道のトムラウシ山でツアーガイドを含む8名の登山者が低体温症で死亡するという遭難事故が発生しましたが、この時はたった15分で体温が1度下がり、低体温症を発症してから2時間で全員が亡くなってしまったと言われています。それを考えると、今回グレガさんが無事に発見されたのはほぼありえないケースで、大きな体でグレガさんを温め続けていたノースのおかげとしか言いようがありません。
アラスカンマラミュートはその名の通りアラスカを原産とする北方の大型犬です。寒冷地に強く、筋肉質の四肢は強く持久力があり、極地での長時間に及ぶ犬ぞりなどに使用されています。性格は穏やかで愛情深く、人に対する親和性に優れていて、忠実で献身的なコンパニオンドッグとなる資格を十分に備えています。何はともあれ、グレガさんとノースが無事で本当に良かったですね。ノースが懸命にグレガさんを守り続けていた姿には、2人の深い絆が感じられますね。また、イタリアでは、登山で滑落したまま7日間遭難していた男性を寄り添い続けてくれた愛犬が心の支えとなり、無事生還しました。冬のイタリアアルプスにハイキングに訪れていた男性が滑落して身動きできなくなるという事態に陥りました。男性は氷点下になる山の中で7日間必死に助けを待っていましたが、無事生還できたのは自分のそばを片時も離れずにいてくれた愛犬のおかげだったといいます。ある日のこと、イタリア北東部トリエステに住む33歳の男性は、愛犬のアッシュと一緒にウーディネ北部のジュリア・アルプス山脈へ登山に出かけました。男性とアッシュは毎年冬になるとアルプス丘陵地帯に出かけ、一緒にハイキングを楽しんでいます。今回も男性とアッシュは山小屋で宿泊したり、テントを張って野宿したりしながら数日間過ごす予定でした。ところが標高700メートルほどのところで男性は滑落。数メートル落下し、打撲などの怪我を負ったほか、足首を骨折して身動きが取れなくなってしまいました。電波の届かない場所ゆえ、電話で助けを呼ぶことができない男性は、気温が氷点下になる山の中で遭難してしまったのです。しかし、帰宅予定の男性が戻らないことを心配した男性の婚約者は、警察に遭難しているかもしれないと通報したのです。直ちに捜索が開始されました。翌朝、山岳救助隊の隊員たちがヘリコプターを使って上空から男性と犬の姿を捜索していたところ、体を温めるために使用する保温用アルミシートが目に入りました。林道近くで発見された男性とアッシュはアルミシートと落ち葉で体を覆っていましたが、寒さで震えていて男性の意識は朦朧としていました。遭難してから7日後、隊員たちは男性を寝袋に包んでヘリに乗せ、無事保護することができました。もちろんアッシュも一緒です。男性は喉が渇いて空腹と訴えましたが、救助されるまでの間、傷ついた体を何とか引きずり小川まで行き、その水を飲んで喉を潤していたといいます。しかし何より、怪我をして動きもままならなかった男性を支えたのは愛犬アッシュの存在でした。寒さが厳しい雪山で奇跡的に生き延びることができたのは、片時もそばを離れず寄り添い続けてくれた愛犬がいたからこそだと話しています。男性はその後、ヘリで病院へと搬送され治療を受けました。アッシュも獣医師の健康診断を受けたとのことです。このように飼い主さんを守ろうとする犬ですが、犬には人間に対して共感があって、それに基づいて行動しているようです。野生の犬は集団行動をします。犬は仲間意識が非常に強い生き物なのです。飼い主さんのことをリーダーと思い、大切な仲間だからこそ、その仲間を懸命に守ろうとするようです。とても愛おしくも頼もしい存在ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。